わあ、ついに準備ができたぞ。みんな久しぶり。本当に会いたかったよ。今、僕たちはラオスのメコン川にいる。新しい挑戦を始める。僕は中国から列車でラオスへやってきた。熱帯雨林サバイバルを始めるためだ。ラオスは東南アジア唯一の内陸国だ。国土の大部分は今も非常に自然豊かな状態が残っている。それが僕の探検心を強く刺激した。ラオスで長い間情報を集め、ようやく理想的な挑戦場所を見つけた。この山道を進み、前方はますます人里離れている。山頂に着いたら適当な場所を探して奥地へ入り、熱帯雨林へ向かう。そこには無人島よりはるかに多くの動植物がいる。ラオスのこのジャングルにはトラやヒョウ、ツキノワグマ、ゾウなど危険な大型動物が数多く生息している。今回はジャングルの奥深くへ入り、最低10日間のサバイバルに挑戦する。ジンケイ、もう無理だ。少し座って休もう。疲れたよ。ここは本当に乾燥している。今は雨季ではないのかもしれない。これは僕たちにとって良くない兆候だ。ジャングルで雨が降らなければ、食べられる植物はどんどん減り。ジンケイ、今どんな気分？早くあの山を越えて真水を探したいよ。じゃないと脱水症状が危ないから。そうだ。みんなにサバイバル道具を紹介するよ。いつも通り、このバッグは撮影機材。こっちがサバイバル用品だ。ここに鍋があって、中にはロープや針金、ナイフ、ノコギリ、少しの調味料が入っている。作業効率を上げるためのものなんだ。僕らはプロじゃないからね。さあ、急いで進もう。見てくれ。ここにすごく深い穴がある。大型動物が潜んでいたりしないかな。中に足跡があるぞ。表のものみたいだ。よく見ないとわからないけど、この穴は巣だったはずだ。ただ後になって食料不足で別の場所へ移動したんだろう。人形、そんな大型動物がいるの？もちろんいる。まずはこの山を越えて谷へ下っていく。一般的に山のふもとの低地には真水が溜まっている。やはり予想は当たっていた。谷底に着くと、まるで別世界に入ったようだった。巨大な木々が空を覆い、様々な動物の鳴き声が響いている。谷を流れる小川も、この森に活気を与えていた。これは僕たちにとって最高の知らせだ。これで十分な真水が確保できるし、食料探しにも役立つ。これで真水の問題は完全に解決した。次はシェルターと食料だ。シェルター作りは簡単そうだ。今夜はこの小川のそばで簡単なものを作れば十分だ。だが食料は今のところ厄介な問題だ。ここまで奥地に入った以上、食べ物が見つからなければ戻る体力すらなくなってしまう。ダートを手分けして探そう。山を探索していると、多くの木の根元に大小様々な土の盛り上がりを見つけた。これは竹ネズミが穴を掘った跡だ。もし1匹捕まえられたら最高なんだけど、残念なことにほとんどの穴は土が乾いていて、つまり竹ネズミはすでにここを離れ、しかし広い範囲を探し続けた結果、ついに新しい穴を見つけた。やっと見つけたぞ。掘られて間もない新しい穴だ。この穴の大きさを見ると、少なくとも 500g 以上はありそうだ。今ある道具だけで掘ろうとしたら日が暮れても捕まえられないだろう。もっと簡単な方法を考えないといけない。竹ネズミは必ずしも竹の下だけに住むわけじゃない。どこでも穴を掘って住み着く。食べ尽くすとすぐ移動する。竹ネズミはとても警戒心が強く、穴を掘るたびに入り口を塞ぐ、天敵を防ぐためだ。入り口が壊されても2から3時まで間以内に修復しに来る。だからこの習性を利用して入り口に罠を仕掛ければいい。ただし仕掛けは目立たず敏感でないといけない。よし、この森の中にすでにいくつも仕掛けておいた。このトリガーはかなり敏感だ。土を押し出した瞬間に作動する。あとは時間の問題だ。それじゃ材料を集めてシェルターを作ろう。水と食料とシェルターを確保してこそ今日の目標達成だ。ただ時間が足りないので立派なものは作れない。骨組みだけでベッドも未完成だ。今日は本当に時間がなかった。このベッドも長さが足りない。だから足をこの棒に乗せるしかない。でも意外と快適だ。僕が作業している間もダートーは休んでいなかった。
小川沿いを探索していたら食べ物を見つけた。すごいな。大きな野生のカエルだ。見えるか？こっちにもいる。2匹だ。一度に2匹も捕まえた。こうしてダートーは田んぼへ向かい、人の手がほとんど入っていない場所は本当に資源が豊富だ。しかも、ダートーは狭い範囲だけで3匹も見つけた。こいつは大きい。1匹で 100g 以上ありそうだ。今夜の夕食はこれで決まりだ。引き続き探してみよう。逃がすか？よし、もう1回だ。1時間以上探した結果、ダートーは合計5匹捕まえた。これで当面の食料問題は解決した。だが日々の生活を支えるにはまだまだ足りない。まず炭をしっかり起こそう。よく視聴者から火をどうやって起こすのか聞かれる。実は毎回の挑戦でライターを持っている。カエルは全部きれいに処理した。炭ができたらすぐ焼香。いいね、ダートーの手際は相変わらずだ。俺は罠を見てくるからここを頼む。残念、これは空振りだ。うわ、こっちは当たりだ。かかったぞ。この竹ネズミを引き出した瞬間、もう1匹が低くなった。近づくなと警告しているようだった。鋭い歯を見た瞬間、少し戸惑ってしまった。この小さなやつ、本当に気が強い。捕まえるときは素早くやらないと、噛まれでもしたら、挑戦終了になりかねない。前を押さえてくれ。よし、OK だ。これで完全に捕まえたぞ。見てくれ、この丸々した体。さあ、次の罠を見に行こう。残りの罠も確認していったが、竹ネズミの姿は見当たらない。最後の罠をよく見ると、罠にかかったまま穴の中へ逃げ込んでいた。耳を澄ますと、中から低いうなり声が聞こえてきた。幸いロープは切れていない。切れていたら全部無駄になるところだった。撮影スタッフにも手伝ってもらい、穴を掘って竹ネズミを取り出した。やった、ついに捕まえたぞ。この大きな歯を見てくれ。噛む力はかなり強い。竹だって噛み砕ける。1から 1.5 までキロはありそうだ。今夜はごちそうだ。しばらく罠にかかっていて、少し酸欠気味だ。そうじゃなければ、捕まえるのは大変だっただろう。よし。こうして今日の食料問題は完全に解決した。これだけ食料が取れたってことは、この森の資源は本当に豊富だ。明日も同じ方法を使えば、そうすればもう植える心配はない。さあ、人形。食べたことのないものを食べたい。同じものばかりは嫌だぞ。安心しろ。この森には食材が山ほどある。きっと満足させてやるよ。じゃあ俺の料理を食べてみろ。これは絶対うまそうだ。うまいな。このカエルはこんがり焼けて最高だ。肉にしっかり弾力がある。毎日こんなものが食べられるなら島には戻りたくない。今日は本当に最高のスタートだった。俺が考えているのは、これからここを拠点にして時間があればもっと奥の山まで探検することだ。面白い体験もできるかもしれない。いいね。そうだ、ダート。食べ終わった骨は川へ捨てておこう。じゃないとクマが来るかもしれない。この辺りにもいるから、念のためだよ。いたら怖いだろう。昨日試した竹ネズミの罠は大成功でした。昨夜のうちに巣穴へさらに多く設置しました。そのおかげで今朝は2匹捕獲できました。ラオスでは保護対象ではなく肉も美味しく、とてもジャングルでの栄養満点の朝食に最適です。竹ネズミを持ってシェルターへ戻る途中、思わぬ発見がありました。
これは何だろう。まず、タケネズミを置いてみてみよう。尻尾だけ出ていますね。何か食べているみたいです。なんと、仙山港の巣穴でした。この生き物は最も古い生物の一つです。少なくとも5000万年以上、地球上で生き続けています。普段はジャングルでアリを探して食べています。成獣の仙山港は1日に20万匹以上のアリを食べるそうです。そのため森林への被害を減らす大きな役割があります。つまり仙山港はジャングルでとても重要な存在です。絶対に傷つけてはいけません。元の場所へ返しましょう。ダート、まだ寝てるのか。早く起きてこれを処理してくれ。朝から肉だけじゃダメだ。少しビタミンも取ろう。ここには野生のタロイモがたくさんあるけど全然抜けません。根ばかりで芋がないようです。やはり試すのはやめましょう。野生のタロイモには毒があるものも多いですから、最近は肉ばかり食べているのでビタミン補給が必要です。今のところ食べられる植物はこの実だけです。残念ながらまだ熟していません。炭火で焼いてタケネズミと一緒に食べます。炭火で焼いたタケネズミは朝ごはんの時間だ。焼くと油がじゅわじゅわ出てくる。うまいな。前に島で食べたネズミよりずっと美味しい雑食動物ではないからだ。子供の頃から木の根や竹を食べて育つ。だから肉質がとても柔らかくて美味しい。少し油もあるけどしつこさは全くない。本当にうまいな。なあ兄弟、この後の予定はあるか。今何時か見てくれ。もう10時過ぎだ。時間が経つのは早いな。いつも通り頑張って食料を探そう。朝食を終えた後、新しい1日が始まる。今日の最大の目標はやはり食料の確保だ。私はこのジャングルを探索し、何か新しい発見がないか探してみる。これは何の糞だろう。果物を食べる動物のものだろう。見た感じ、消化能力はあまり高くない。糞の中に残っている果実がほとんど消化されていない。挑戦の前に、私はこの地域の生き物をよく調べた。ジャングルの奥には野鶏がいるらしい。つまり鶏の祖先だ。見た目は鶏に似ているが、少し違いもある。毎日山の中を走り回るため、その肉はとても引き締まっていて美味しいそうだ。そこで今日は長い時間をかけて、ついに彼らの痕跡を見つけた。ここでは保護対象ではないので、何とかして食料として捕まえてみたい。ただ探し回るだけでは効率が悪すぎる。そこで今日はもっと簡単な方法を使う。それはスマホでメスの野鶏の鳴き声を流すことだ。音を流しておけば、オスがいれば必ずやってくる。つがいがいてもいなくても来るはずだ。特に長く相手のいないオスなら、もっと早く現れる。まずはカモフラージュだ。早く隠れよう。来るかどうか見てみよう。辛抱強く待った結果、30分もしないうちに目標が現れた。1羽の野鶏だ。鳴き声の方向へ勢いよく走ってきた。メスの鳴き声を聞くと、とても興奮した様子で、鳴き声の周りを回り続けた。メスを探しているようだ。枝の上に飛び乗って鳴き始めた。しばらく鳴いても返事はなく、やがてジャングルの奥へ消えていった。ついに来たぞみんな。でもかなり警戒している。しかも1羽だけじゃなさそうだ。何とか捕まえてみよう。野鶏の習性を利用してジャングルに簡単な罠を仕掛けることができる。野鶏が誘い寄せられて、ここを通れば首に輪がかかる。そうなれば逃げられない。どの方向から来ても必ず罠にかかるはずだ。私がジャングルを探索している間、ダートーも休んではいなかった。彼はある方法を思いついた。それは魚取り装置を作って小川で食料を確保することだ。この方法はとても簡単で、流れの速い場所を選ぶことが重要だ。だから石で水流を1箇所に集め、その下流に竹を使ってロート状の仕掛けを作る。すると水だけが流れ落ち、魚は中に残る仕組みだ。よし、
魚取り罠が完成した。小川の隙間をすべて塞いで、この出口だけを残した。魚がここを通ろうとすれば、必ず罠に入るはずだ。さらに念入りな仕掛けも追加した。もう逃げ出すことはできないだろう。この罠は結果が出るまで時間がかかる。ジャングル生活では時間を無駄にできない。そこで待っている間に、ダートーは竹でビクを編み始めた。生活は楽になっていく。ここ数年の無人島生活で、私たちは多くの編み技術を学んだ。海でも小川でも、原理は同じだ。竹でカゴを編み、入り口を広く、奥を狭く作れば完成となる。もちろん、簡単そうに見えても、実際には非常に時間と労力がかかる。技術が未熟だと、編む途中で失敗しやすい。数時間の作業の末、ダートーは2つのビクを完成させた。それらを順番に小川へ設置し、あとは収穫を待つだけだ。その後、ダートーは魚取り装置を確認した。結果は大成功だ。魚が入っている。この方法はかなり効果的だな。見てくれ、小魚がたくさんいる。大きい魚もいるぞ。もう逃げられないぞ。こんな魚は初めて見た。名前もわからない。エビまでいるぞ。この魚取り装置は本当に優秀だ。たった数時間でたくさんの魚とエビが取れた。もっと取りたいなら上流から棒で魚を追い込めばいい。そうすればこの装置の収穫はすぐに倍増する。これで食料は十分だ。努力が無駄にならなくてよかった。こんなに取れたから。こういう小川にいるエビはとても綺麗だ。少し食べてみよう。甘みがあってうまい。早く料理しよう。その頃私はいつの間にかジャングルで眠っていた。目を覚ますと、かすかにもがく音が聞こえた。ついに罠が成功したようだ。こいつはなかなか大きいぞ。かなりの大物だ。1キロくらいありそうだ。捕まえるのは簡単じゃなかったぞ。この時の私は本当に嬉しかった。これがあれば今夜のメイン料理は決まりだ。ダートー、何を取ったか見てくれ。夜景か早く霜処理しよう。この魚やエビはとても綺麗だから、持ってきた塩で臭みを取って刺身で食べよう。大きい魚は一番簡単な炭火焼きだ。焼けたぞ。ジンケイ食べよう。じゃあまず皮エビを食べてみる。すごく新鮮だ。鶏ももをどうぞ。俺も食べてみる。この肉は本当に締まってるな。脂身が全然ない。前に島で食べた夜景よりずっと美味しい。みんな、前の木の上に猿がいるぞ。あの顔を見てくれ。真っ赤で猿のお尻みたいだ。こういう時は絶対に近づいちゃダメだ。近づいて怒らせたら、飛びかかって噛まれるかもしれない。こいつの口には病原菌がいる可能性がある。今はおとなしく見えるけど、興奮したらどうなるかわからない。早く行こう。すごい。エビもたくさんいるぞ。今朝の収穫は本当に最高だ。魚が20匹ほどいて、早速霜処理して朝食にしよう。小魚と小エビは竹筒でスープにして食べる。とてもいい出汁が出るんだ。大きな魚は霜処理して炭火焼きにしよう。こうして豪華なサバイバル料理が完成した。よし、火が通ったぞ。早速食べよう。ダート、今日は本当に助かったよ。俺は森で何も取れなかった。気にしないで、ジンケイ、魚を食べよう。この焼き魚、本当にうまいよ。本当に腹が減っていた。先生にも1匹どうぞ。今日は本当に危機感を覚えたよ。
だから食事が終わったら、もっと奥まで探索しないと。人慶、今日は俺のおかげだぞ。じゃなきゃ何も食べられなかった。俺もまさか、こんなに取れるとは。美味しい焼き魚を食べ終えた後、この原生雨林を本格的に探索することにした。そこで今日はこのジャングルでまだ食べたことのない新しい食材を探すのが目標だ。山の中を約2キロ歩いた頃、一本の大木が目に留まった。その木は高さ30メートル以上あり、驚いたことに枝にはたくさんの蜂の巣がぶら下がっていた。どの巣にも何万匹ものミツバチがせっせと働いている。そしてその成果こそが蜂蜜だ。一つの巣に少なくとも5キロ以上の蜂蜜があり、残念ながら巣の位置が高すぎる。20から30までメートルはありそうだ。でもあの大量の蜂蜜を思うと、見ているだけでうずうずする。そこで次はミツバチを狙うことにした。ジャングルの木を一本ずつ観察していると、ついに小さな蜂の巣を見つけた。この小型のミツバチの蜂蜜はとても甘い。しかも攻撃性もそれほど強くない。とにかく蜂に刺されないようにすればいい。私は隣の小さな木に登り始めた。先端にフックをつけた長い棒を使って蜂の巣を引っ掛けて落とそうとした。蜂たちに気づかれる前に一気に決着をつける。でないと刺されてしまい、途中で帰る羽目になる。結果的に蜂たちは大混乱になり、私に危害を加えることはなかった。この蜂蜜を見てみよう。壊れなくてよかった。中が全部蜂蜜だ。こちらは蜂の子だ。持ち帰って焼いて食べられる。まずは味見してみよう。うわ。めちゃくちゃ甘い。今の季節は雨が少ないから、蜂蜜の濃度がとても高いんだ。調味料として使ったり、水に溶かして飲むこともできる。さあ、引き続き探そう。私がジャングルを探索している間、ダートーも食材探しに励んでいた。以前島では何度もイノシシ狩りを行い、成功した経験がある。だから、ダートーもこの森で、イノシシ狩りに挑戦したかった。人慶、やっと見つけたよ。ずっと探してたんだ。見てくれ、蜂蜜を2つも手に入れたぞ。うわ、でかいな。全部で2つある。こっちはさっき取った大きな巣だ。ほら、蜂の子もある。本当にすごい。これ食べてみて。この蜂蜜は蜜がたっぷりだぞ。うわ、これはめったに味わえないごちそうだ。甘さがたまらない。どうだ、うまいだろ。最高だよ。もう時間も遅いし、俺は山で別の食料を探してくる。君はこれを先に持って帰ってくれ。もうすぐ日が暮れる。蜂蜜と蜂の子だけじゃ足りないからな。他の食料も手に入れられるか探してみよう。ダートーは西側で野生の山鳥を探すことにした。これは最も簡単で効率の良い方法だ。ダートーは庭の獲物を手に入れた。ジン兄の方はどうなったかな。とりあえず持ち帰ろう。昨日は罠を仕掛けてスマホでメンドリの鳴き声を流し、野生の山鳥を1羽捕まえることができた。だから今日は別の山で試してみる。この方法が一番効果的なんだ。鳴き声の周囲に釣り糸で輪罠を仕掛けるだけでいい。あとは離れた場所でじっと待つだけだ。運が良ければすぐに獲物が現れる。運が悪ければ一日中何も起こらない。どうやら今日は運が良かったようだ。この方法は本当に効率がいい。どこへ逃げるんだ。前回より少し小さい。せいぜい 600g くらいか。まあ仕方ない。この辺りの山鳥はこんなものだ。罠を外してやろう。本当にスマホのおとりのおかげだ。よし、みんな帰って昇降。焼くと本当にいい香りだ。ダート、調味料を持ってきてくれ。持ってきたチリソースを塗ろう。その方がうまい。ここしばらく、視聴者からよく、どうして焼いても色が変わらないのかと聞かれる。実際は変わっているんだ。ただ変化が目立たないだけなんだよ。食費をあまり使わず、炭火でじっくり焼いているからだ。それに使っている串も、木の枝だから、色の変化が目立たないんだ。そうだよな。せっかく炭を起こしたのに、わざわざ別の場所で焼くかよ。そんなの無駄な手間だろ。よし、火加減もちょうどいい。蜂の子も焼き始めよう。鶏も十分焼けた。そろそろ食べよう。よし。
いただこう。俺はまず8の子から。俺は鶏のもも肉だ。うわ、このもも肉すごく肉厚だ。うまい食べ方を分かってない。まずは蜂蜜をつけてみよう。甘くて辛くて香りも最高だ。確かにうまい。一日中動き回って疲れたな。今が一番幸せな時間だ。出発前は本当に疲れていたけど、今は全部吹き飛んだよ。この牛ガエルはすぐ食べ終わる。次は鶏もも肉だ。俺はもう蜂蜜はつけない。食べすぎると少しくどい。ダート、お前あいつを追い出しに中へ入れるか？無理だよ。本当に参ったな。みんな、俺たちの罠にとんでもない奴が入った。東南アジアで有名なヤマアラシだ。なぜ危険な相手かというと、ジャングルではヒョウやトラでさえ簡単には手を出さない。危険を察知すると、全身の針を一気に逆立てる。ラオスではヤマアラシは保護動物なので利用できない。だから何とかしてイノシシ用の檻から追い出さないといけない。棒の先にバナナの木の幹をつけた。追い出しながら針の威力も試してみるためだ。最終的に4本の針を残して檻から出ていった。ゆっくりとジャングルの奥へ消えていった。やっと追い払えたぞ。針を何本か残していった。これが体に刺さったら大変だ。でも一つ気づいたことがある。この針の先端はとても滑らかで、ネットで言われているようなたくさんの返しはついていないようだ。取っておけばいつか役に立つかもしれない。最近ジャングルでは食料が不足している。川で小魚を取る以外にほとんど食べ物がない。小魚を取る最も効率的な方法は俺たちが作ったブルーリバー魚だ。だが欠点もある。確認が遅れると魚が逃げたり死んだりする。この問題を解決するためダートーが竹籠を編み装置を改良した。改良後の装置は本当に効果抜群だ。魚が入ってるぞ。7から8まで引きはいるな。急いで持ち帰って調理しよう。もう腹ペコだ。この2日間ずっと近くのジャングルで食べ物を探していた。だが山を2つ越えても新しい発見は何もなかった。山の中を2から3時まで間探し回って唯一見つけた食べられるものがこの木のホラの中の蜂蜜だった。仕方ないのでこれを取ることにした。煙で中の蜂を追い払えば蜜を取ることができる。だがこの作業には危険も伴う。十分な勇気が必要だ。本当に大変な作業だったよ。頭を何度も刺されて今でも痛いんだ。ようやく夕食にありつけた。魚に少し蜂蜜を塗って味に変化をつける。蜂蜜を塗った焼き魚は食欲をそそる香りを放ち、甘くてとても美味しかった。一瞬で疲れを忘れさせてくれた。本当にうまいな。今夜の焼き魚は美味しかったが、量があまりにも少なく、とてもお腹を満たせなかった。このままでは生き延びるのは難しい。だから何か行動を起こさなければならない。俺はダートーと一緒に小川を遡った。周囲のジャングルでは何も手に入らないなら発想を変えて、水の中に何かいないか探してみよう。水深も増してきた。俺は感じていた。ここにはきっと未知の生き物がいると。案の定その予感は当たった。歩いていると、水の中に獲物の気配が現れた。水底に沈んだ枯れ木の下から、何かの頭が突き出ていた。みんな、あの枯れ木の下から頭が出ていたぞ。俺に気づいた瞬間に引っ込んだ。何なのかわからない。まさかワニじゃないだろう。多分すっぽんだ。葉っぱの下に隠れている。ほら、頭が見えてきた。でかいな。噛まれたら大変だ。ダメだ。頭が大きすぎる。無理はするなよ。ダート、後ろから体を触ってみて。見えたか？見えた。捕まえたぞ。よし、やった。見ての通り、これは巨大なすっぽんだ。幸い水が浅かった。そうでなければ、深上へ逃げられていた。だが、浅瀬でも捕まえるのは大変だった。力がとてつもなく強いんだ。足で押さえつけて、手を伸ばしても、なかなかつかめない。10分以上格闘した末に、最後は俺が水底に潜り、ようやく捕獲に成功した。みんな、こいつ本当に逃げ足が速かったぞ。
絶対に噛まれるなよ。噛まれたら簡単には離してくれない。本当に巨大なスッポンだった。少なくとも15キロ以上はある。噛む力は非常に強い。木の棒くらいなら簡単に噛み砕いてしまう。今思い返しても本当にゾッとする。頭を直接掴みに行かなくてよかった。予想外のことが起きた。このスッポンは重くて滑りやすく、少し暴れただけで、私の手から抜けて水の中へ落ちた。水に入った瞬間に姿を消し、どれだけ探しても見つからなかった。その瞬間気分はどん底になった。午前中ずっと頑張って、全身びしょ濡れになったのに、最後は全部無駄になってしまった。だがこれがサバイバルだ。落ち込んでいるいとまはない。すぐに行動しなければならない。俺とダートーは近くの山を探し回り、食べ物を探し続けた。ここにあるタケネズミの巣穴は、どれもかなり大きい。ダートーは巨大な巣穴まで見つけた。しかも、掘られてからそれほど時間が経っていない。中にはまだ、タケネズミがかじった跡が残っていた。だから俺は確信した。この中には巨大なタケネズミがいると。巣穴を掘り広げてみると、なんと4つの穴が現れた。しかもどれもかなり深い。そこまで届かなかった。どの穴も深すぎるな。しかも別々の方向へ続いている。今の道具だけでは明日まで掘っても無理だろう。前回みたいに入り口へ罠を仕掛けても待つ時間が長すぎる。それにどの穴から出てくるかもわからない。だから別の方法を考えよう。俺が考えた方法は穴の入り口で火を焚くことだ。もう無理だ。酸欠になりそうだ。お前がやってくれ。若いのに体力なさすぎだろ。こいつも俺以下だな。タケネズミの巣穴は通気性が悪い。だから煙を絶えず送り込み続けないとタケネズミをいぶし出せない。2時間足らずの試行錯誤の末、ついに成功した。タケネズミがゆっくり顔を出した。木の棒に噛みつかせて引っ張り出そうとしたが、その方法はうまくいかなかった。だから煙を送り込みながら、棒で逃げ道を塞ぐしかなかった。噛まれそうだ。来た来た、捕まえろ。このタケネズミは前に捕まえたものよりずっと大きい。2キロくらいありそうだ。最初は煙で少しふらついていたが、正気に戻ると急に凶暴になった。見えるものは何でも噛みつく。しかも一度噛んだら離さない。この可愛い見た目からは想像できないほど凶暴だ。うわ、凶暴すぎるだろ。ダート、早く何かで縛ってくれ。それからまたいぶしてみよう。まだいるかもしれない。俺とダートは再び巣穴に煙を送り込み始めた。理屈では一つの巣穴に複数いるはずだが、さらに数時間続けても何も出てこなかった。もうダメだ。全然反応がない。多分残りの穴にはもうタケネズミはいないんだろう。仕方ない。今夜はこの太ったタケネズミだけだ。でも肉だけじゃ足りない。野菜も欲しいな。こうやって剥けば芯が出てきて、そのまま食べられる。喉の渇きも癒せるぞ。ほら、ダート。うわ、熱いな。いい感じだ。もう焼けたかな。火が通った。じゃあ早速食べよう。みんなうまそうに見えるだろ。でも3人で食べるには少し足りないな。それは何？今日は量が少ないから少しずつ食べよう。なるほどな。人形食べよう。俺はまず足をもらう。俺も1本いくぞ。うわ、肉がたっぷりだ。まるでイノシシ肉みたいだ。そうだ、肉がすごく締まってる。昔食べたイノシシと同じだ。カメラマンも見てるだけじゃなく、撮りながら食べなよ。もう1切れ。ゆっくり食べろよ。誰も取らないから。ジン兄、今夜はどこで寝るんだ？食べ終わったら戻ろう。こんな山奥では、むやみに野営しない方がいい。最近気づいたんだが、ジャングルの食料が減ってきている。今は雨季じゃないから。ジャングルはかなり乾燥している。そのせいで動物も活発ではないし。だから今の食事は単調なんだ。人形、1日ちゃんと食べないだけで、体中が辛くなるんです。サバイバルというより、ただ空腹を我慢してるだけですよ。